はい、皆さんこんばんは。猫ビットのカズです。今日はですね、クリスマスに合わせて家の前をですね、イルミネーションを作ってみたので、それの紹介をしたいと思います。まず去年のイルミネーション、いわゆる白色 LED テープを3つにちょん切って、それをそれぞれ別々にArduinoから光らせて、それを光に反応する CDS を使って日没とともに電源を入れるっていう仕組みで作ったのが去年のツリーでした。これ去年の基盤ですね。非常に原始的です。これが Arduino マイコンで、全体のコントロール。で、これで、明るさをコントロール。で、これで日光を検知する。で、これで大きな電流を流して、ここから LED につながってる感じですね。これで結構大変で、プログラム書き換えるためにこれを、タッパーを開けて、終わったらちゃんとテープでぴっちり止めてまた防水してみたいな、そんな感じのことをやってたんですが、今年はですね、ちょっとその辺を全部改良して、フルカラー、それぞれ全灯を別々に制御できるというですね、とんでもないテープ LED。まあ、照明界隈では有名みたいなんですけど、WS2812B というやつですね。これがもう革命ですね。これは150個ついてるんですけども、もう全部別々にフルカラーで制御できてしまうっていうね。ちなみにこの別々に全部制御できるっていうのをですね、シリアル制御っていうんですけど、この LED 一個一個の裏に全部ちっちゃいマイコンがついててですね、それで制御するっていうね、素晴らしいですね。しかもこれね、そんなに高くないんですよ。これは中国の、アリエクスプレスっていう通販で買ったんですが、2000円とか、そんなもんだったかな、確か。5メートル、LED150 個、フルカラー。まずですね、その、全灯制御をするにあたってですね、ちょっといろいろあったんですけども、そうですね、この、ここ今ここがちらっと最後光りましたよね。この真ん中辺のところ、全然関係ないタイミングで。こういうですね、ちらつきが結構ですね、ちょこちょこあってですね、いろいろ結構苦戦した結果、電源の 5V とグラウンドの間に、1000マイクロファラドの電解コンデンサー入れたら、ちらつきが消えました。ただですね、1000マイクロファラドそのまま入れると、突入電流がでかすぎて、やばいんじゃねみたいなお叱りを受けたりもしたんですが、まあ動いてるんでいいです。はい。で、最終的に一応回路図としてはですね、マイコンの ESP32 から電源に、パソコンと電解コンを1個ずつつけて、で、そこから、信号線に330オームの抵抗を挟みました。でそこから、LED につないでる感じですね。で、今回なんで ESP32 を使ったかっていうとですね、それは無線 LAN を積んでるからなんですね。無線 LAN を積んでるということは、リモートで書き換えをすることができるんです、こいつは。まあ、家の LAN につないでおいてっていう感じになるんですけども、ソースがですね、はい、こんな感じですね。Arduino OTA というですね、Over the Air 無線 LAN 経由で、このスケッチ本体の書き換えができるというですね、なんか、すげえなそれっていうシステムなんですけども、それに乗せてこいつを書き換えするとですね、普通に Arduino と同じようにマイコンボードに書き込むっていうのをやると、外にある ESP32 をですね、部屋の中から書き換えられるというですね、まあ冬の作業にはとてもありがたいという、そういうシステムがですね、構築できたわけなんです。で、この Arduino OTA というやつなんですけども、
そのプログラム書き換えのフックする本体の書き換えをスタートさせるためのタイミングというのがですね、どうもこの arduino.ota.handle というですね、この命令がある時に受信できるシステムらしいので、こういうイルミネーションみたいにですね、ワンサイクルが長い、この場合、例えばループ、1個の処理なんかだと、ずっとぐるぐる回したりすると数十秒とかかかったりすることがあるので、それをですね、数十秒に1回しかこれの命令を入れてなかったりすると、PC 側からは書き換えをしようとしているのに、一向に、プログラムが待機状態になってないので、書き換えられず、書き換えタイミングを逃してしまいエラーが出るっていうことが結構あったので、そうすると、2回目以降あんまりうまくいかなかったりして、結局ローカルでケーブルをつないで書き換えるなんていう羽目になるので、割とまめにですね、この arduino.ota.handle という命令を差し込んでおきました。結構よく見ると、ここにもいるし、ここにもいるし、ここにもいるしって感じで、もうしつこいぐらい入れてます。大体ですね、10秒とかになると怪しいですね。それで、なんで、本当に、1秒とか数百ミリセックとかですね、そんくらいのサイクルでこの Arduino OTA という命令を入れて終わります。ちょっとなんかこの辺は難しいですね。割り込みでですね、その1秒に1回ぐらいこの Arduino OTA を入れてみたんですけど、そうするとですね、書き換えのプログラムが走ってる間になんかですね、再起動がかかってしまって結局書き換えができないっていうですね、そんな事態になったので、ちょっともう詳細は不明なんですけど、割り込みでの Arduino OTA.handle のフッキングはちょっとうまくいかなかったです。でですね、ただ光を光らせるだけだとまあでもいいんですけども、ちょっとなんか味気ないので、こいつをちょっと目玉にしてですね、薄くプリントした猫型の樹脂なんですけども、この中に光が入るといい感じになるんですよ。まず、胴体の方ですね。胴体の方はほぼ一発でこんな感じでうまく撮れました。で、問題は頭の方でした。まず1回目。まあ割といい感じにできてるなぁと思ってたんですけども、こっから脳天が避けたんで途中で止めました。はい。2回目。2回目もなんか似たような感じで、なんか端っこの方まで吹っ飛んでいきました。ここ造形台なんですけど、こっちの方まで吹っ飛んできてますね。笑えますね。はい。で、3回目。3回目がこんな感じなんですが、ここでですね、ようやく、どうもなんか、設定が悪そうだぞっていうことに気がつきまして、同じようなとこで失敗してるので、ちょっと設定を見直してですね、造形するノズルが本体を引っ掛けてベリって剥がれてるんじゃないかなと思うんで、いちいちですね、そのプリントした場所を全部避けるように設定して、で、動くときにもちょっとだけこの、アームをですね、上に上げるっていう設定をしてプリントしたんですね。最後4回目ですね。でそしたらようやくですね、なんとか、クリアしまして、こんな感じで猫の頭が生まれてまいりました。ただですね、ちょっとスピード重視したというか、これでも3、4時間かかったと思うんですけども、のでちょっと造形が甘いんですけども、ってことで出来上がったのが、これですね。はい。これちょっとなんか適当なヘッドライトを中に仕込んだんですけど、なかなかいい感じですね。ただ上の方までちょっとあんまり明かりが届いてないので、こういうですね、台を中に仕込みまして、ここからですね、LED のテープを入れて、ここに巻いて、こんな感じでですね、猫と、あとおまけで玉をですね、4つ作って、端っこにマイコンを全部入れて、でこのマイコンは、時刻を取得して何時から何時までの間どういう動作をするみたいなんですね。そういう設定をしました。なので細かくですね、真夜中はナイトモードみたいな感じで、
ちょっとおとなしめになったりとか、そんな設定もしてあります。LED をこのツリー自体に引っ掛けるっていう、こんな感じのちょっとしたなんか引っ掛けるものも大量にプリントして、去年はですね、ここビニール紐でいちいちやってたんで、ちょっとレイアウト変えるたびにですね、全部ちょん切ってやり直したりとか、結構大変だったんですけども、今年はこのフックのおかげでですね、だいぶ作業が簡略化できたなと思ってます。そんなこんなでですね、この、僕にしては珍しい500行近い、ちょっと長めのコードといっても今やってることは光らせてるだけなんですけども、これを使ったイルミネーションがこちらになります。フェードイン、フェードアウト。これランダムで色が変わります。今度フェードアウトしないでそのまま色が変わっていく感じですね。これもランダムで変わります。徐々に色がランダムで変化しながら流れていく。ランダムのカラーが一個一個流れていく。レインボーカラーですね。まあこんな感じで今年の、クリスマスイルミネーション。やっぱりこの猫ですね。猫の評判はめっぽう良いようでですね。なかなか満足しております。あとはやっぱりこのフルカラーで制御できる LED テープというのはですね、とても面白いですね。あとはもうちょっと凝ったプログラムしたいなと思ったんですけども、これですね、プログラムやってると結構面白くて、この光を全部制御するっていうのはですね、無限に時間吸われますね、これね。あと今年の制限としてはですね、回路図がこんななので、電源を ESP32 から出てる 5V から取ってるので、ということはどういうことかというとですね、この USB の端子から電源もらってるんですけど、その AC アダプター自体は 3A 取れるんですけども、 ESP32 の USB から 5V に出す間にですね、ダイオードが入ってて、それのダイオードが 1A しか通してくれないんですね。なので最大 1A で、このWS2812B をですね、フル点灯させると 10A 近く使うので、出力10分の1しか使えないんですね。ただ、出力10分の1で、こんだけ光ってくれるので、まあ、イルミネーションとしては十分でしょうと。やっぱりですね、ただ光らせるっていうだけでも十分面白いんですけども、こういう 3D プリンターのですね、側と組み合わせてやると、一層、イルミネーション感が増すので、なかなか面白いと思います。この ESP32 とクリスマスイルミネーション、ちょっと癖があるんですけども、なかなかいい、イルミネーションコントロールじゃないかなと思います。では、メリークリスマス。良いお年を。ありがとうございました。